皆さんこんにちは。こちらはオーディオテクニカ AT-PEQ20 です。発売は2006年。当時の定価は27,500円でした。コンパクトで MC に対応したフォノイコライザーです。今回はこのモデルの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。MC に対応したイコライザーです。フォノイコライザーで重要なスペックに SN 比がありますが、MC のスペックが今一つです。単純に利得の分だけ悪くなっています。出力インピダンスと MM 型の音色に影響する静電負荷容量が不明です。これらは測定で明らかにしていきます。これと関連するモデルに次があります。MC に対応したモデルは20と30です。20は表面実装になる前のモデルです。オペアンプやコンデンサの交換が簡単にできることから改造のベースモデルとして今も人気があるようです。外観を見ていきます。MC の切り替えがフロントパネルからできる形です。使い勝手はいいですが、ノイズに不利な場合があります。付属の AC アダプターです。重いトランスの入ったドロッパー式です。トップパネルがブロンズのアルマイト加工です。一見高級な木材のようです。中身を見ていきます。簡単に分解できて部品が交換しやすい形になっています。ローノイズのオペアンプが使われています。初段の増幅にローノイズの FET が使われています。これは MC の切り替えスイッチです。フロントにあるのでノイズに敏感な入力の配線を引き回すことになっています。オーディオチェックディスクを使って性能を測定します。それでは測定結果を見ていきます。まずは周波数特性です。フォノイコライザーにはアンプ以上に音色の違いがありません。フォノイコライザーの周波数特性は RIAA のカーブを目標に作られていますので、これと一致するのが普通です。ここはローコストな製品でもほとんど誤差がありません。これは RIAA のカーブが簡単な回路で作れるように考えられているからです。低域のドロップはサブソニックフィルターですが、MC だけに入っていて MM はフラットです。フォノイコライザーの価値を決定づけるノイズを見ていきます。グレーの線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこの線の下にあれば問題ありません。MM は問題ありませんが、MC には余裕がほとんどありません。これは小圧トランスを使った方がいいかもしれません。こちらはノイズマージンのランキングです。10デシベルあれば十分です。矢印は今回のモデルです。MM は十分ですが、MC は今一つです。こちらは出力インピダンスです。600オームを少し超えています。これは普通の性能です。問題ありません。低域にかけて上昇しているのはサブソニックフィルターの影響です。
MM 型カートリッジの音色は静電負荷容量の影響を受けますので、測定で確認します。静電負荷容量は500ピコファラッドを超えるようです。MM 型カートリッジがフラットに近い特性になる値です。ただし広域の伸びは控えめです。入力インピーダンスはカタログスペックの半分です。MC の入力インピーダンスはカタログスペック通りです。オペアンプを交換してノイズの性能を比較します。ローノイズの 4580DD と交換します。こちらは測定結果です。ほとんど変わりありません。フォノイコライザーのノイズはオペアンプの手前で決まっていて、オペアンプの性能自体は関係しないようです。こちらは先ほどのランキングです。現状の回路で MC 入力のノイズを減らすのは困難です。MC カートリッジを使う場合は上位の PEQ30 を使うといいでしょう。このイコライザーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽ソースそのものです。2番は今回のイコライザーの音です。3番のハイエンドはこちらのモデルです。これ以上ないくらい贅沢な作りのモデルです。性能は MM も MC も超優秀です。今回はフォノイコライザーの音を実際に聞けるように RIAA の逆フィルターを使いました。オレンジの線が今回使った逆フィルターの特性です。広域のゲインが非常に高くなるので 16kHz あたりから落としています。レコードはオレンジの線で録音して青の線で再生することでフラットになる仕組みです。フォノイコライザーに音の違いはあるのか、贅沢な作りは音に関係するのか、それではお聞きください。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。フォノイコライザーの音の違いが分かった方はどんな感じだったかお聞かせください。MM 入力の性能は一般的です。静電負荷容量も特性がフラットになりやすい値なので、ほとんどの音楽ソースを問題なく再生できるでしょう。MC 入力の性能はノイズの面が不十分です。MC で使う場合は上位の PEQ30 を選ぶか、小圧トランスを併用するといいでしょう。ご視聴ありがとうございました。